皆さん、こんにちは。あゆみです。日本語ポッドキャストの時間です。今日も聞いてくれてありがとうございます。ケンです。今回は身近な食事のマナーをテーマにします。食事ですか。毎日することですから重要ですね。題して、やってはいけないお箸のタブイクイズ。またクイズ形式ですね。僕も自信ありますよ。全部で7問あります。レベル1からレベル3まで用意しました。まずはレベル1。これを知らないとお店でびっくりされます。第1問。料理にお箸を突き刺すこと。これは OK？NG？例えば、里芋とかミートボールとか、つるつる滑る食べ物の時にやっている人を見たことがあります。そうなんですね。つかめないから刺しちゃえという気持ちでしょうか。これは NG ですよね。正解です。これを差し箸と言います。絶対にダメです。どうしてダメなんですか？料理を作ってくれた人に失礼だからです。刺して中身を確認しているように見えるので、この料理は大丈夫かと疑っているような意味になります。なるほど。シェフに対して火が通ってるか確認してるみたいに見えるんですね。そうです。頑張って挟んで食べてくださいね。では、第2問。遠くにあるお皿をお箸で引っ張って自分の近くに持ってくること。これは OK？NG？これ居酒屋でやってる人を見たことがあります。手が届かない時にやっている人を見かけますね。でも、見た目が美しくないから NG かな。正解。これは寄せ箸といってマナー違反です。お箸は食べ物を口に運ぶ道具です。手のように使ってはいけません。お皿はちゃんと手で持ち上げないとダメですね。ここまでは初級編でした。次はレベル2、中級編です。第3問。お箸を休めるときにお茶碗やお皿の上に置くことは OK？NG？えお箸をお皿の上に置くことですよね。そうです。箸置きがないときにやってしまいがちです。これは OK じゃないですか？僕よくやりますよ。残念。答えは NG です。嘘でしょ？これを渡し箸と言います。もう食事はいりません。美味しくなかったというサインになってしまうんです。そんな意味があるんですか？シェフに失礼じゃないですか。そうなんです。お箸は必ず箸置きに戻しましょう。箸置きがないときはどうすればいいですか？箸袋。お箸が入っていた紙を折って箸置きを作るとスマートですよ。第4問。これは日本人もよく間違える難問です。お箸で食べ物を口元に運ぶときに汁が垂れないように食べ物の下に手を添えるのは OK？NG？これよく見ます。上品に見えますよね。着物を着た人がやっているイメージがありますか？ありますあります。だから答えは OK でしょブッブー。答えは NG です。う。どうして丁寧に見えますよ。これを手皿と言います。実はマナー違反なんです。手が汚れてしまうし、お皿を持ち上げるのがめんどくさいという意味になってしまいます。知らなかった。じゃあどうすればいいんですか？取り皿を使ってください。小さいお皿を手に持って食べるのが正しいマナーです。日本はお皿を持って食べる文化でしたね。忘れていました。そうそう。韓国などではお皿を持つのは NG ですが、日本は逆なんです。さあ、ここからはレベル3、上級編です。ここからのタブーは特に厳しく注意されます。ある儀式に関係しているからです。儀式？一体何でしょ第5問。ご飯の真ん中にお箸をまっすぐ立てることは OK？NG？ これは知っています。絶対に NG です。おお、即答ですね。子供の頃、これをやってお母さんにすごく怒られました。正解です。これを立て箸と言って、亡くなった人のためのご飯だからです。お葬式の時にお供えするご飯だけにお箸を立てます。これを枕飯と言います。普段の食事でやると縁起が悪いと言われるんですね。そうです。死を連想させるので、日本人はとても嫌がります。では、第6問。これも同じく一番やってはいけないことです。
お箸からお箸へ直接食べ物を渡すことは OK? NG? ああ、これも NG です。友達におかずをあげるときやりそうになりますけど。正解です。これを橋渡しと言います。どうしてダメなのか詳しく教えてください。これもお葬式の儀式だからです。日本では人が亡くなると体を焼く火葬と呼ばれる儀式をします。その後、残ったお骨を箸から箸へ渡して骨壺に入れるんです。つまり食事中にそれをするとお骨を拾うシーンを思い出させるんですね。その通りです。また、箸と箸は同じ発音ですよね。三途の川への橋渡しという意味もあるので、本当にタブーなんです。食べ物をシェアしたいときはどうすればいいですか？一度お皿に置いてから相手に取ってもらってください。わかりました。これは絶対に気をつけます。では、最後にボーナスクイズです。第7問。ラーメンやうどんを食べるとき、ズルズルと音を立てることは OK? NG? これは外国だと絶対に NG ですよね。ニュードルハラスメントなんて言葉もあります。でも、日本ではどうでしょ日本では OK です。う？正解。麺料理だけは音を立ててもいいんです。むしろ、音を立てて食べた方が美味しいと感じる人が多いです。空気一緒に吸い込むとスープの香りが広がるからですよね。そうです。でも、スパゲティなど洋食の時は NG なので気をつけてくださいね。麺の種類によって違うのがややこしいですね。さて、皆さんは何問正解しましたか？手皿や橋渡しは日本人でも間違えている人がいます。もし間違えても理由を知っておけば次は大丈夫です。文化を知るとマナーがもっと面白くなりますね。はい。今回のクイズの結果、ぜひコメントで教えてくださいね。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。